皆さんこんにちは、マインドビワークです。本日はリクエストにお答えをして K3 でキャンプする際のバイクパッキングのやり方を皆さんとシェアしようと思います。で、輪行キャンプをするにあたって一番重要になってくるのがやはり重量ですよね。鉄道の改札通らないといけないので、自転車を含めてギリギリ両手に持っている重さに抑えないといけないので、アイテム選びがかなりシビアになってきます。まだまだ僕も発展途上なので、まだまだ改善するつもりなんですけども、最低限これでキャンプできたよっていうアイテムを紹介していきたいと思います。まずはリアバッグですね。僕もいろいろなバッグ試したんですけども、ロックブロスの製品がですね、値段の割に作りはしっかりしているので僕は好きですね。このバッグについてはそのうちレビュー動画を上げようと思っているので、詳細については少々お待ちください。次がビームラックですね。シートポストに固定するタイプのリアキャリアですね。僕の K3 にもリアキャリアつけてるんですけども、これに大きいバッグ乗せてしまうとペダル漕ぐときに干渉してしまうので、荷物が多いときにはこれを使用しています。ミニベロ乗ってる方ならご存知だと思うんですけども、シートポストが長く飛び出てる分、剛性を上げるためにこの外形がかなり太いものが採用されているので、なかなかこの太さに対応しているものってないんですよね。で、僕もいろいろなお店行って探したんですけども、今のところこのイベラのモデル一択ですね。説明書には 31.8mm までって書いてあるんですが、問題なく取り付けできます。弱点としてはアーレンキーを持ってないと、取り付けとか取り外しができないってことなんですけども、ロングツーリングする方なら大抵どっかに忍ばせていると思うので、大きな問題にはならないと思います。で、テントに関しては、僕はネイチャーハイクのソロツーリング用のモデルを使ってますね。これも軽さ重視で選びました。確かね 1.6 キロぐらいだったですかね。結構見た目はペナペナしてるんですけども、結構な雨に降られてもしっかり弾いてくれます。組み立ても簡単な部類に入るので、初心者の方にもおすすめできます。ただやはり居住性はあまり良くないですね。もう寝るだけって感じですね。僕の体格は179センチ74キロくらいなんですけども、それでも結構ギリギリなので、これより大きい体格の方は別なテントを探した方がいいかもしれません。次は寝袋ですね。これは 750g ぐらいですかね。中国製のアウトドアブランドって結構外れも多いんですけども、このメーカーのもの結構作りがいいと思います。国産のナンガとかと同じグレードのものが、大抵半額ぐらいで買えちゃいますね。このツルツルした触り心地もなかなか良くて、真夏のキャンプ以外はいつもこれを使用してますね。ちなみに僕は L サイズ使ってるんですけども、サイズ的に175センチ以下の方だったら M サイズでも全然大丈夫だと思います。次は輪行袋ですね。これはオーストリッチのチビリンバッグってやつですね。おそらくこれ50回ぐらいは輪行してると思うんですけども、かなり頑丈でまだまだ使えそうです。14インチだったらもっと小さいやつもあるかもしれないんですけども、このモデル20インチの自転車もギリギリ収まるんですよね。なんで僕たまにスピードファルコでも輪行するので、壊れてもまた同じもの買うと思います。次はクッカーですね。クッカーに関しては重量はさほど変わらないので、重ねた時にコンパクトにまとまるツーリング用のものなら大抵何でもいい気がします。僕はこのお玉とヘラが可愛かったのでこれを買いました。キャンプテーブルですね。これも 500g ぐらいのものです。強度もアルミ製でしっかりしてますし、収納の際にかなり薄くなるので重宝してます。サイズ的には完全にもうソロ用ですね。ランプはキャンプにおいて重要なアイテムだと思うんですけども、
僕は軽さと携帯性を考えてこういったベッドランプの類を持っていくことが多いですね。 USB で充電するタイプのもので、1泊ならこれで十分持ちます。暗いとこで点灯するとこんな感じです。次はチェアですね。これも軽さで選びました。重量は1キロ切ってますね。この価格帯のチェアにしては座り心地もそれなりにちゃんとしてると思います。小さく折りたためるので、公園に散歩に行った時に、広場で使ったりとか普段使いでも活躍してくれる一品だと思います。次がテントの中に敷くエアマットですね。1キロ以下のエアマットいくつか買った中でこれが一番使い勝手が良かったですね。枕もついているので、持っていく手間も省けて、便利なんですけども、ここはもっと、簡易化して頭からお尻ぐらいまでの軽量マットでもいいかなと最近ちょっと思ってますね。焚き火台に関してですが、やっぱこれが一番最小サイズですね。あまり凝った料理をしないのであればこれで全然十分だと思います。ただキャンプ場で売ってる薪がサイズ的にねそのまま入らないので、薪を割ったりしないといけないっていう作業が発生するんですが、それがちょっと面倒ですかね。それでは今まで紹介してきた商品をケース類にどんどん積載していきましょう。ケースリー自体、その車体のバランスがいいってこともあって、荷物の比重がですね、かなり後ろに偏ってても、ウィリーしたりとかしないんですけども、横にちょっとね、もう傾いたりすると倒れちゃったりするので、やっぱセンタースタンドの方がいいですね。僕サイドスタンドしか使ってないんですけども、何度か倒してしまったことがあるので、ちょっと次行くときはちょっとセンタースタンドを買ってちゃんとつけようかなと思います。これだと食材入るとこなくないって思った方いると思うんですけども、僕はいつも食材運ぶときはこのビームラックのアームの部分ですね、ここにスーパーで買った食材を袋のままそのまま結びつけてますね、いつも。で最後にもちろんご存知だと思いますが、シート裏の反射板が隠れてしまうので、見えるうちにライトをつけるってことを忘れないようにしてください。ここまで動画のご視聴ありがとうございました。こんな感じでですね、これからはこういった商品のレビューみたいなのもたまには上げていこうかなって思ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。